ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風 I Need You Back オフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回はなんと藤井さんが9月の5日にリリースしたプレマの中からI Need You Back のオフィシャルミュージックビデオが公開されたということで、僕もそろそろ藤井さんのプレマの楽曲の歌声分析動画を公開し始めようかっていうふうに思っていたタイミングだったので、めちゃくちゃ嬉しいですね、このミュージックビデオは。そして今回歌声分析をしたわけですけれども、いつもの藤井さんとは違う歌声を聞くことができたかなっていうふうに思います。歌声っていうよりも歌の表現方法ですね。こちらがですね、今まで聞いた藤井さんの歌声とはまた一味違ったかなっていうふうに思いました。そこを発見できた時に僕はね、非常にテンションが上がってしまいましたね。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして藤井風さんの歌声分析動画をまとめた再生リストというものもございます。今回の動画を見て他の歌声分析動画も見てみたいなっていうふうに思ってくださった方はですね、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で新しい機能が実装されました。ハイプという機能です。こちら第2のいいねボタンみたいなシステムです。もし今回の動画を見て気に入ってくださった方はですね、お一人様1週間で3回までハイプできますので、ぜひこちらの動画3回ハイプしていただけると YouTube の週間ハイプランキングというものに乗ることができるかもしれません。そのランキングにですね、ランクインすることができれば、今までに伝えることができなかった方々に藤井さんの歌声の魅力伝えることができる可能性がですね、アップしますので、ぜひご協力よろしくお願いします。それでは早速、藤井風 I Need You Back 歌声分析 GO!さあ始まりましたよ。今回の藤井さんは歌舞伎ですかね。なんかそんな感じがしますよね。それと80年代とか90年代の洋楽僕よく聞いていたんですけど、その年代のロック系のボーカリストがですね、こういった髪型とメイクをしていたんですよね。していたっていうかしてる方が多くて、まだね少ししか聞いていないですけど、楽曲の雰囲気もその年代の雰囲気にすごく近いのかなっていうふうに思います毎回ね奇抜ですよね、藤井さんのミュージックビデオは。続きいきますよ。いいね。ほらこのギターソロの感じとかもやっぱり80年代90年代のロックって感じがするんですよね。僕本当にねその年代のロックが大好きで、ボンジョビとかね、エアロスミスとか、あともっと激しい系になるんですけど、バンヘイレンとかミスタービッグとか、そういったバンドが好きでした。なんか懐かしい感じがします。続きいきますよ。ほらこのギターの音、この辺から始まるかな。歌い出しの前はね、毎回止めますよね、僕って。毎回見てくださってる皆さんだったらね、もうおなじみだと思うんですけど。さあ、じゃあ藤井さんの歌聴いていきましょうか。かっこいいですよね。なんか、いつもの藤井さんの歌より、リズム的な部分をものすごく強調してる歌い方かなっていうふうに思います。ラッタタラタラタタみたいな、この音を区切るような感じと子音のアタック感、この辺がポイントかなっていうふうに思います。音を切るテクニックをスタッカートって言います。で、子音を強く出してるところはアクセントって言われる強い音に変わるんですよね。一つ一つの音符がすごく強調される歌い方というか、もう一回聞いてみましょう。
ほらほらほら。タタタラタラタタみたいな感じですよね。この歌い方は日本人っぽい歌い方ではないんですよね。やっぱり海外のアーティストっぽい歌い方っていうか、日本のボーカリストっていうのはメロディーの雰囲気をどう美しく歌おうかなみたいなところの方が注目されて歌ってる方多いんですけど、海外はどちらかというとやっぱりリズムの躍動感だったり音の強弱だったり、こういうところを意識して歌うんですよね。藤井さんの歌い方は後者の海外のボーカリストみたいな歌い方かなっていうふうに思います。次いきますよ。かっこいい。やっぱり歌詞が英語だから曲に歌が乗りますよね。英語の方が日本語よりも子音が強く出る言語なんですよね。その結果アクセントの数が増えてバックのサウンドに歌が乗っていくっていう現象が起きるんですよ。個人的にはね、僕は洋楽が大好きなので英詞で歌う藤井さんの歌声大好きですね。もう一回聞いてみましょう。Listen you とか、ここのねあたりとかめちゃくちゃかっこいいですよね。歌詞間違ってたらすいません。僕ね、英語できないくせに、フィーリングで歌っちゃいたくなるんですよね。なんかね、この雰囲気だけ伝わってくれればいいなって思います。次いきますよ。この振り付け、なんか有名ですよね。いつも藤井さんのミュージックビデオはね、ワクワクしちゃいますね。で、声の出し方なんですけど、声の太さのコントロールをする肺の中の胸腔共鳴と口の中の口腔共鳴、この辺が中心になってるかな。で、少しだけ鼻腔共鳴の音色を乗せるっていうか、割合としては、胸腔共鳴が4割、口腔共鳴4割、で、鼻腔共鳴が2割、このぐらいのバランスなんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ラー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 みたいな。僕がやるとこういう感じの声になるかな。で、喉の空間をちょっと広げてるんですよね。あくびの時の喉の状態を少しだけ歌ってる時に使ってるというか。そうすると、こういう感じの音色が出てくるんですよ。この喉の使い方をすることによって声の広がりって一気に広がってくるんですよね。めちゃくちゃかっこいいです。次いきますよ。いいね。なんかゾンビみたいな歩き方でしたよね。藤井さんの歩き方がね。ちょっと白目を向いてるシーンがあったりとか。いや、楽しいですね。で、今のところは、一回し目の A メロと基本的には同じ声の使い方をしてるかなって思います。もう一回聞いてみましょう。いい。で、今気づいたんですけど、ラーラーララララララみたいな感じで、フレーズの終わりの声をですね、こうザラザラっとした感じの声にしているんですよね。これをエッジボイスって言います。ここに仮声帯っていうところがあって、ここを動かして出す音です。咳払いをしている時の、このビリビリって音。これをですね、うまく使ってるんですよね。で、二回し目のフレーズの最後もこのエッジボイスを使って歌ってました。いや、今気づきましたよ。さりげなく入れるところがかっこいいですよね。次いきますよ。今聞きましたが。ラー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 ここでね、フェイクが入ってきたんですよ。今、めちゃくちゃかっこよかった。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。さりげなくさらっと入れてるし、音量もそこまで強調されてるわけではないポイントなので、よく聞かないとわからないポイントかもしれないんですけど、こうね、今回なんかさらっとテクニックを入れる感じになってますね。そこがまたかっこいいんですよ。次いきますよ。藤井さんの歌って毎回思うんですけど、なんか勝手に体がリズムを取りたがりますよね。すごくこうノリが心地いいというか。で、今回の I Need You Back、
すごくテンポがゆったりした感じじゃないですか。リズムが取りやすいので、なおさら勝手にこうね、体が動いちゃいますよね。次いきますよ。ラララララーのここ裏声がね、ふわっとした感じがしてすごくいいですよね。で、藤井さんの今の歌い方なんですけど、地声には地声の声の出し方、裏声には裏声の声の出し方っていう風に、明確に2つの声をくっきり分けてるんですよね。一般的には、ラララララみたいな感じで、こう滑らかに地声から裏声につながるような歌い方をする人っていうのがすごく多いんですけど、藤井さんの場合は、ラララララみたいな。地声は強めに、裏声は柔らかくっていう風に、全く別物の声みたいな感じで表現しています。こういう声の使い方をすることによって、感情の起伏を感じることができますよね。裏声のところでなんかこうため息をついてる感じなのかなとか、力がこうふわっと抜けてる感じの気持ちを込めて歌ってるのかなとか。もう一回聞いてみましょう。ほら。いいですよね。やっぱり藤井さんの表現力素晴らしすぎますよね。藤井さんがこだわっている部分でもあるとは思うんですけど、聞いてる我々がですね、藤井さんがイメージしてる映像をできるだけ正確に感じてくれてるように考えて歌ってるような気もするんですよ。だからこそ藤井さんの歌声に僕らは引きつけられるっていうかね、なんかそんな気がしますね。ファンのことをものすごく大事に思って歌ってるっていうかね。次いきますよ。一回止めますね。また裏声が来るかと思ったら、同じ高い音を今のところは地声でものすごく強く表現してますよね。ここでミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使って高い音を出してます。どういう声かっていうと、ラララララー、これがミックスボイスです。地声に聞こえますよね。でもこれ出してる感覚としては裏声に近い声の出し方なんですよね。どういう原理かっていうと、裏声をですね、鼻にいっぱい入れて、胸の胸腔共鳴の響きをですね、たくさん足してあげるんですよ。そうすると、裏声なんですけど、地声っぽい感じの声の太さと張り感を表現できるっていうテクニックです。口で言うのは簡単なんですけど、これものすごく難しいテクニックで、僕はね、6年かかりましたね。できるようになるまで。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃかっこいいですよね。で、かなり声量も大きい音量を出してここをレコーディングしたんじゃないかなって思います。声のパワー感がものすごく伝わってきますもんね。で、基本的にレコーディングっていうのはコンプレッサーっていう処理がされて、小さい音量と大きい音量を均一化させる処理がされるんですよ。だから声を聞いただけでは一般的には音量の大小っていうのはわからないような状態になるんですね。でも声のパワー感はしっかりと残っているので、そういうところであくまで推測にはなってしまうんですけれども、ある程度どのぐらいの声量で歌ってるのかっていうのが想像できるっていうか、そういった部分で僕は今のところすごい大きい声量で歌ったんじゃないかなっていうふうに推測しました。次いきますよ。かっこいいですね。チャチャチャーのところもかなり強くスタッカート入れてますよね。ここの歌い方がかっこよかったのに、その後嵐の中にいる藤井さん。このシーンもめちゃくちゃかっこいい。もう一回見てみましょう。ほらほら。ここのシーンかっこいいですね。この後どう展開していくのか楽しみになってきますよね。いきますよ。うわ、今のコーラス聞きましたか？めちゃくちゃ分厚いコーラスですよね。何人でハモってるんだろ
二人ではないですね。二人っていうのは藤井さんのメロディーに対してハモリが一個入ってるっていうの。これを二人でハモってる状態の声。二声コーラスって言います。まあ一般的なハモリかな。でも二人でハモっている感じのハーモニーの音じゃないんですよね。多分ね、3人もしくは4人ぐらいでハモってんじゃないかな。メインメロディーが一つあって、その他にハモリのパートが2パートないし3パートがあるような状態。多分3人じゃなくて4人ぐらいでハモってると思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。多分4人だね。すごい熱いコーラスですよね。めちゃくちゃかっこいい。次行きますよ。やっぱり今回全体的にスタッカートをかなり強めに入れてますよね。楽曲のノリをものすごく大事にして歌っているというか、この楽曲のノリをグルーブとかグルーブ感って言ったりするんですけど、楽曲全体でのまとまりがものすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。タラタラタタタラタタみたいな。もうこのぐらい音切って歌ってますよね。超かっこいいなぁ。英語の歌詞にしかできないような表現にチャレンジしてるっていう可能性もありますよね。日本語だとここまで音を切ってしまうと言葉のニュアンスが違和感が出てきてしまったりする可能性があるんですけど、英語だったら何の違和感もなくこういった表現ができてしまうので、もしかすると藤井さんぐらいになると言葉が持つ魅力を最大限に使って楽曲の魅力も最大限に増幅させるみたいなこと考えてやってるかもしれないですよね。次行きますよ。うわ、ちょっと待ってちょっと待ってください。今のところ難しいフェイクっぽいフレーズになってましたよね。そのフェイクに対してハモリもフェイクしてるんですよ。すごいポイント。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。いや、これはすごい。本当にすごいですね。この発想も素晴らしいです。僕だったらメインメロディーがフェイクをしているのに対してハーモニーはフェイクをしないで同じ音で伸ばすみたいな感じのハーモニーを作るんですけど、その方がメインメロディーは際立つかなってね。思って、多分僕だったらそういう風な感じのコーラスワークを作ります。でも藤井さんが作ったメインメロディーもフェイクをしてハモリもフェイクをするっていう時の生まれたこの音のうねり感が素晴らしすぎますよね。いやー、これはやばい。次行きますよ。たまらないですね。イエーイイエーで音を伸ばして、その後の今聞いたところのフレーズがですね、スタッカートがやってくるわけじゃないですか。だからこの音の弾んだ感じのメリハリもものすごいですよね。今回の藤井さんの歌は、ボーカル視点であると同時に、楽器的な視点でも考えられたフレージングなんじゃないかなって思います。歌ってそもそもここまでグルーブに対して意識して歌ってる人ってほとんどいないんですよね。でも楽器っていうのはこのグルーブをしていない状態だとそもそもノリが出ないのでバンドのサウンドとしては不合格になってしまうんですよ。だから楽器の人たちっていうのは自分が弾くフレーズももちろん大事なんですけど、グルーヴ感、いかにノリを出すかっていうところもすごく考えて演奏するんですよね。おそらく今回の I Need You Back の藤井さんの歌声はそういったボーカリスト的な面と同時にミュージシャン的な面で捉えた歌のフレージングなんじゃないかなっていうふうに推測します。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。で、今のところはそこまでスタッカート入れてないんですよね。このね、やっぱりメリハリがすごく素敵なんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。最後のとこら辺でスタッカートを入れるって感じかな。ならならなななならならなななたたたらたたたみたいな。こんな感じで歌ってますよね。
ならならって歌ってるところは、一つ一つの音符を切らずにこう伸ばすような感じ、レガート的なね、感じで歌っていて、レガートっていうのは一つ一つの音を伸ばしてこうゆったりと歌うようなことをレガートって言うんですけど、でも歌詞が入ってきたあたりでまたスタッカートを入れて、同じフレーズなんだけどゆったり聴けるところとすごくノリを強調しているところの2パターンに分けて歌ってるっていうね、ほんと細かいですよね。素晴らしい。次いきますよ。わ、優しいですね。ここはですね、全体的に声に息の音を混ぜたウィスパーボイスっていうテクニックを使って声をですね、後ろに引くようなイメージで歌ってるんですよね。声を出すイメージをですね、後ろに引くことによって柔らかい声を出すことができます。で、声の響きも口の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つが中心かな。特に鼻の音色が強いような感じがしますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ララ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 。こんな感じかな。で、今僕口結構大きく開いて歌ってみたんですけど、多分藤井さんは口そんなに開いてないと思います。本当に耳元でこう囁いているような、そんな雰囲気を表現したポイントかなと思います。もう一回聞いてみましょう。やっぱりそうですね。口はあんまり開いていないですね。本当に声質のバリエーションが素晴らしすぎますよね。次いきますよ。で、ここでちょっと泣きのフレージングというか、歌声に悲しみみたいな表現がされていたかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ラララみたいなエッジボイスが入っていたり、その後の声をちょっと強めの声質にすることによって、こう切なさがね、倍増するような表現方法を使っていたりとか、いやー、表現力お化けですよね、藤井さんは。本当にすごい。次いきますよ。いいね。で、この辺からリズムが入ってくることによって、歌のフレーズにも若干ですけど疾走感が乗ってきてますよね。リズムの取り方を少しだけ変えたんですよ、ここで。こう静かになった最初の方は、タタタタみたいな感じで歌っていたのが、今のところは細かく取ってるんですよね。タタタタみたいな。まあ今聞いたところはメロディーがちょっとね違いますけど、リズムっていうのは細かく取れば取るほど疾走感が乗ってきて、ゆっくり取れば取るほどゆったりした雰囲気が声に乗ってきます。そういったリズムの取り方でですね、雰囲気を変化させてるんですね、藤井さんは。もう一回聞いてみましょう。で、声量も徐々にこうね、大きくなってきてますよね。これをね、クレッシェンドって言うんですけど、この後に盛り上がるシーンがやってきますよ、みたいな表現方法。ワクワクしますよね。次いきますよ。いいね。今、なんかヨーデルみたいな歌い方入ってましたよね。やーみたいな。なんかこんなニュアンス。藤井さんがやったフレーズとは違いますけど、ちょっとね、ヨーデルっぽいようなポイントがあったと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。みたいな。こんな感じですよね。で、今、裏声に変えたところは、そこまで高い音域じゃないんですよ。だから地声でもものすごく楽に出せるような音なんですけど、あえて裏声に行くっていうところがすごくかっこいいですよね。裏声でしか表現できないから、あえてここで裏声を使うみたいな、そういったこだわりを感じるポイントでした。次いきますよ。この藤井さんのいい意味でこう乾いたような若干こうね声を潰したような音質の声めちゃくちゃかっこいいですよね。ラララみたいな。これはですね口腔共鳴の響きがメインになっていて喉の奥の空間口の奥の空間をですねあえてこう狭くしてるんですよね。そうすることによってこういった音色になるんですよ。これをですねうまく使ってかっこいいフレージングを作り出してるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。
ほらほらほら。ララララ、ラララララララみたいな。こんな音色ですよね。うわ、めちゃくちゃかっこいいな。次いきますよ。来た来た来た。ねえみたいな、めちゃくちゃかっこいいフェイクが入ってきましたよ。やっぱり後半に行くにつれて藤井さんのフェイクってどんどんこうグレードが上がっていきますよね。最初はちょっとね、こう小出しにしていくんですよ、藤井さんって毎回。そこまで難易度の高くないフェイクを最初にこうやり始めて、後半に行くにつれて、もうこうね、R&B 歌手のようなものすごいハイクオリティなフェイクを入れていくんですけど、そろそろ本領発揮されてきましたね。もう一回聞いてみましょう。ほら、ねえか。こんな感じか。難しい。これはね、アドリブでやっちゃってるところがすごいですよね。僕は誰かがやったフレーズだったら割とすぐにコピーできたりするタイプではあるんですけど、アドリブでやれって言われたら無理ですね、僕は。そこまでフレーズの引き出しが多くないです。やっぱり藤井さんが今まで積み重ねてきた音楽の歴史があるからこそ生まれてくるこのフレージングなんですよね。努力の賜物です。次いきますよ。ここのハイトーンに一気に行くところかっこいいですよね。こう地声で高い音をガーンと当てていくフレーズ。この声めちゃくちゃ好きだなぁ、僕。もう一回聞いてみましょう。ほら。いい。そして触れるのが遅くなったんですけど、藤井さんのキャラクターがね、また変わってますよね。ごめんなさい。本当に触れるのが遅いですよね。だいぶ前からこのキャラクターに変わっていたのに。なんかチャーリーとチョコレート工場の、ジョニー・デップさんが演じたキャラクターみたい。ジョニー・デップさんでしたよね。すごく奇抜なメイクと衣装と。それがね、不思議と似合う藤井さん。藤井さん何でも似合いますよね。やっぱりイケメンは何しても似合うんですよ。次いきますよ。そう、サビ前のここいいですよね。バッバッバーンってとこ。ここね、決めって言われるポイントですね。バンド全体で同じリズムで音を鳴らすポイント。結構サビ前で決めが入る楽曲って多いですね。サビ前で決めを入れることによってメリハリがついてサビのインパクトが増幅するんですよね。今回はそのパターンの楽曲アレンジかと思います。じゃあサビ行ってみましょう。あ、違った。サビかと思ったら違いましたね。もうワンクッションあって転調してのサビなんですね。びっくりして思わず止めてしまいました。転調すんのか、最後で。なんかこの転調のパターン、サビの雰囲気がすごく明るい感じになりましたね。そう、転調ってどのキーに転調させるかによって雰囲気って全然変わるんですよね。最後の大サビで多いのがその元々のキーからカラオケでいうところの1個上げるとか2個上げるみたいな転調の仕方が多いと思うんですけど、藤井さんぐらい音楽に詳しい方になると転調した先の雰囲気がどういう雰囲気になるかっていうところでキー選択をしてると思うんですよ。だから盛り上げるためのキーを上げるとかじゃなくて、藤井さんが思い描いている楽曲の雰囲気の展開をどうするかによってキーを上げるっていうね。これ似てるようで全く意味合いとしては違う転調の仕方なんですよね。さあ、転調したサビ聞いていきましょう。やばいね。キーが上がったことによってやっぱね、コーラスのところのインパクトがものすごく強くなってますよね。で、大勢で更新してるシーンめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほら。超かっこいいな。こうなんか大勢で歩くってかっこいいですよね。ライブのパフォーマンスでもそういうパフォーマンスしてる人いるじゃないですか。メインボーカルの方とバックダンサーの方がこうね、歩いていくシーンみたいな、僕ね、そういうシーン大好きなんですよね。次いきますよ。なんかハロウィンみたいですね。今の時期がね、ハロウィンが近いからそういう風に思ってしまうのかもしれないですけど、こう仮装している姿がなんかちょっとハロウィンっぽいなっていう風に思いました。次いきますよ。
今のね、虹のリングがふわっと広がっていく映像がすごく素敵でしたね。そして転調してもハーモニーのところのフェイクはみんな揃えて歌ってるんですね。いやーもうすごすぎます。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごいですよね。このずぶとい厚さのあるハーモニー。しかもフェイクをしてるから、こうね、それがこうぐるぐるっとこううねってるような、ものすごいかっこよさがあるポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。えい！で、今のスタッカートからリズムをためたフレージング、やばいね。やっぱこのリズムをためるっていうのもかっこいいと思うんですよ、僕は。てか、藤井さんがやるテクニックとか表現方法って全部かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。Must feel right のところ、ここでリズムをためてるじゃないですか。ここかっこいいですよね。毎回ね、ごめんなさいね、細かくて。本当に細かいところまで分析していきたくなる魅力が藤井さんの歌にはね、あると思ってるんですよ。てか自然と細かくなってしまいます。素晴らしすぎて。だって探れば探るほどかっこいい魅力がいろいろ発見できるんですもん。しょうがないですよね、これは。いや、そのぐらい素晴らしいアーティストだと思います。次いきますよ。なるほどね。ここでライブだったらみんなで手拍子をするポイントですね。いいな、これ。盛り上がるじゃないですか、絶対。次いきますよ。ちゃんとね、振り付けがあるんだ。なんか手拍子が終わったら、こういう振り付けに変わりそうですね。なんかライブの時にファンの皆さんはどういう動きをするんだろうなんていうところまでね、想像しちゃいます。次いきますよ。いやー、なんかダンスが本格的になってきましたね、藤井さんの。残り時間も少ないから、このままダンスブレイクみたいな感じになるのかな？行ってみましょう。まあそうですよね。ダンスブレイクなんて来ないですよね。藤井さんの素晴らしい歌声がね、また来ましたね。で、今のところは激しいフェイクをするっていうわけじゃなくて、割と一つ一つの音を大事に歌っているポイントでしたね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいね。こうね、高いところから音がこう下っていって、で、歌詞のフレーズに到達するみたいなね。この流れかっこいいですね。次いきますよ。こっからどういうフレーズになるんだろう。多分そろそろ曲が終わると思うんですけど、毎回藤井さんの曲の終わりって、どういう風になるんだろうっていうね、こうワクワク感ありますよね。今回もね、見ていきますよ。うわ、かっこいい！ I did you back だってめちゃくちゃかっこいいですね。で、最後は花火が上がってね、みんなが盛り上がっているっていう感じ。あと6秒あるんで見ていきますね。いいね。ここで終わりみたいですね。やっぱね、藤井さんのミュージックビデオはね、終わりが寂しくなるんですよ。もう終わっちゃったみたいなね、感じになって、すごく切ない気持ちになるんですけど、それだけね、毎回素晴らしいミュージックビデオと楽曲だなっていう証拠ですよね。いやー、最高でした。以上、藤井風 I Need You Back 歌声分析はここで終了です。いやー、たまらないですね。しかも、プレマのアルバム曲にもかかわらずミュージックビデオを公開してくれた藤井さん、最高すぎませんか？いやー、アルバム曲の歌声分析動画も公開しようっていう風に思っていたので、今回のミュージックビデオめちゃくちゃ嬉しいですね。そして藤井さんの歌声も最高、ミュージックビデオの内容も最高、もう本当最高がてんこ盛りの内容だったかなっていうふうに思いました。
そして先ほどもちらっと触れたんですけど、遅くなって大変申し訳ないんですけれども、藤井さんのプレマのアルバム曲のですね、歌声分析動画も時間はかかるかもしれないんですけど、全曲歌声分析動画を公開していこうと思っております。今年中に全曲公開できるかなってぐらいのペースで公開していくと思うんですけれども、ぜひね、お付き合いいただけたらなというふうに思います。その間に藤井さんの新しい曲のミュージックビデオだったりが公開されたら、そちらをね、優先的にまた歌声分析動画公開していきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。